インドネシアと違って一度失敗しただけで監督を変えない。日本はアジア最高だ。インドネシアが日本と引き分けて森保監督が退任することを願っている。日本は監督を解任するという言葉の意味を知らないんじゃないか。ワールドカップであの程度の実績なのにまだ起用するのか。契約を延長しないでくれ。そうしないとキングインドが優勝できない。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回は AFC アジアカップ2027まで森保監督が続けることに同意したことを知ったインドネシアサポーターと話していくよ。アジアカップはインドネシアと同組だったよね。そうだね。ちなみに日本はグループ F でカタール、インドネシア、タイと同組になったよ。それでこれが組み合わせだね。今回もインドネシアサポーターのアリくんとリモートをつないでるよ。Selamat siang, Ariです。スラマシアン、監督変わらないのってどうなんだろう。今日はそれを話しに来たんだよ。じゃあインドネシアの声を聞かせて。聞いておくれよ。アリくん、森保監督が2027年のアジアカップまで日本代表の監督を続けることに同意したみたいだけど、インドネシアではなんて言われてる？俺、森保監督が2027年のアジアカップまで続投するって聞いて正直ちょっと驚いたんだよね。なんで？インドネシアだったらとっくに監督が変わっていてもおかしくないからだよ。勝ってても監督変えちゃうぐらいだしね。そうそう。インドネシアでは1回負けただけでもすぐに監督を辞めさせろって空気感になることがあるんだよ。さすがだね。格上の相手に負けたとしてもそんなことは関係なくすぐに監督交代の話が始まることがあるからね。日本とインドネシアでも。日本はアジアでもトップクラスなんだから負けても仕方ないっていう冷静な考えもあるけど、試合が終わったら冷静な意見より先に監督を辞めさせろって声が大きくなることも多いんだ。日本の場合はすぐに森保監督を交代させるんじゃなくてアジアカップまで任せることを選んだ。そこがすごく日本らしいなって感じる。結果が出なかったからすぐ終わりじゃなくて、それまで作ってきたチームも見て判断している。日本はかなり我慢強い。監督を長く信じて結果が出るまで待てる協会ってそんなに多くないからね。監督を交代したからって必ずチームが良くなるわけでもないしね。インドネシアは監督変わって弱くなっちゃったもんね。長期的にチームを作るならある程度は監督を信頼しないといけないよね。インドネシアはまだいい流れにいる監督でも簡単に交代させることがあるから日本のやり方を見習った方がいい。日本は監督を大切にして、インドネシアは結果をすぐ求める。日本は過程も見るけど、インドネシアは1試合の結果で一気に空気が変わる。じゃあアリくんは森保監督の続投には賛成なの？続投させる判断自体は理解できるよ。今まで作ってきたものを全部捨ててアジアカップの前に新しい監督へ交代する方が危険な可能性もあるからね。アジアカップまでの期間って試合も少ないし、アジアカップまでで一区切りってした方がいいのかも。そういうこと。ただ続投の判断を理解できることと森保監督の実績を全部評価することは別だけどね。森保監督の実績についてはインドネシアでも意見が分かれてるの？かなり分かれてるよ。日本代表を長く率いているのに主要大会のタイトルを取れていないからね。森保監督って優勝したことがないんだっけ？ E1 選手権では2大会連続で優勝してるよ。だけどアジアカップやワールドカップとは大会の大きさが違うからそれを主要タイトルとして高く評価しない人もいるんだ。 E1 では日本は海外組を呼ばずに国内組中心だしね。国内組で2回優勝したのは実績だよ。日本はアジアでも選手層が厚いから優勝して当然だ。褒められてるのか褒められてないのかわからないね。予選や親善試合では強いのに大きな大会になると期待を下回るって評価されてるんだよ。日本は強豪国との親善試合で結果を出すからものすごく期待される。でも公式大会に入ると早い段階で敗退してしまう。日本は本番に弱いって見ている人はいるよ。チームの力はあるのに重要な大会で勝者のメンタリティを引き出せていない。メンタリティか。森保監督続投への意見は何かあるのかな？戦術が少ない。長くチームを率いているのに毎回大きな大会で同じように期待を下回るなら新しい監督が必要ってことだね。監督変えて弱くなってるチームが厳しいな。新しい監督って難しいんだよね。金銭的な面で見てみても2026年ワールドカップ出場監督ランキングで言われてる森保監督の年俸は約1億6000万円だからね。ワールドカップ出てる国の中では安い方なんだね。ちなみに1位はブラジルのアンチェロッティ監督で約17億4800万円。違いすぎる。
こんなに違うのにアンチェロッティの方が戦術がすごかったって言われてもそりゃそうでしょうって思えてくる。日本は2011年からアジアカップで優勝してないからね。日本の選手の質を考えたら長すぎる。今回の続投はアジアカップまでだから、日本サッカー協会も完全に安心して任せているわけじゃない。優勝できなかったらそこで終わりになる可能性が高いって見られてるけど、森保監督派もいて、日本は主力選手に負傷者が多い状態だったのに、残ったメンバーでグループを突破してブラジルに僅差で負けただけだからね。優勝候補のブラジルを相手に大差で負けたわけじゃないから、十分に立派な結果だ。試合内容を見れば日本代表が弱かったわけではないってわかる。今の日本のサッカーを見たら森保監督が悪い監督だとは言い切れない。アジアでは今もトップクラスだよ。インドネシアでは森保監督はどう見られてるの？チームを強くしたことは評価できる。でもその強さをタイトルに変えられていない監督でもある。日本が親善試合で強いだけのチームなのか、本当にアジア王者になれるチームなのか、次のアジアカップで答えが出るよ。来年のアジアカップは優勝してくれるさ。優勝すればこれまでの評価を変えられる。でもまた大きな大会で敗退したら、長く任せたのに主要タイトルがないって批判はもっと強くなるだろうね。日本は以前からワールドカップ優勝を目標に掲げていたけど、インドネシアではどう見られてるの？いきなり世界一を目指すより先にアジアカップを取るべきだって意見が多いよ。ワールドカップ優勝は目標として大きすぎるから、まずはアジアで結果を出してみろ。もうアジアカップ取ったことはあるし、最多優勝国なんだけどな。しかも優勝したからといってワールドカップでは全然だった時もあったし。それとカタールはアジアカップは優勝してるよ。インドネシアではワールドカップ優勝よりベスト8を目指す方が現実的だって意見もあったよ。夢を小さくしろってこと？夢を持つなってことじゃないよ。目標を一つずつ達成した方がいいってこと。アジアでも優勝できていないのに世界一ばかり話すのは順番が逆じゃないか？今回優勝できなかったら、森保監督の続投そのものが間違いだったって言われるかもしれない。また優勝を逃したら厳しい目で見られると思う。今回は強さを見せるだけじゃなく、優勝カップを持ち帰ることが求められてる。日本には優勝できる力があるけど、力があることと実際に優勝することは別だからね。ここで優勝できればまた世界を目指す話にも説得力が出る。でも失敗したらまずアジアで勝ってから世界を語れってもっと言われるだろうね。そんなこと言うならもう日本は初戦からボッコボコにしちゃうしかないね。やめてくれよひなちゃん。日本の初戦はインドネシアだから、俺は正直かなり怖いよ。日本はアジアカップ優勝しないといけないって言ってたじゃん。ワールドカップで悔しい結果になった日本が、その悔しさをアジアカップで全部ぶつけてきそう。日本が気持ちを切り替えてアジアで大暴れしようとしてる時に、いきなり俺たちが当たる。お願いだからワールドカップの鬱憤をインドネシアにぶつけないでくれ。私はインドネシアにぶつけてほしいよ。アジアでは日本が一番強いって見てる人も多いから。本気になった日本ならアジアの相手を次々に倒していくんじゃないかってみんな警戒してる。ヒヒヒヒヒ。インドネシアが日本の得点源になってしまう。一方的にやられるんじゃないかって心配されてる。2024年アジアカップでは3対1、ワールドカップ予選では4対0と6対0だね。インドネシアっていっぱい帰化して強くなってるはずなのに点差だけ見たら開いてる。また同じようにやられるんじゃないかって怖さはあるよ。日本に好きなように攻められて試合が早い時間に決まるのだけは避けたい。ワールドカップでは主力に負傷者がいたって言われてたけど、アジアカップでは主力が戻って最初から本気のメンバーで来るんじゃないか。ブラジル戦よりインドネシア戦の方がメンバーを揃えてくるんじゃないか。日本がインドネシア戦だけはフルメンバーできたら勘弁してくれってなる。でも日本は優勝するために1試合目から確実に勝ちに来るでしょ。グループ初戦は大切だからね。でも今のインドネシアなら日本に勝てるって信じている人も実は多いんだ。今のインドネシアは昔のインドネシアとは違うっていう自信があるからね。何がそんなに変わったの？ジョン・ハードマン監督が率いていて、帰化選手も増えてチームが以前よりまとまってきたって見られてるんだ。まだ帰化選手が増えてるんだ。はじめキングインドとの対戦は簡単じゃないぞ。森保はジョー・ハードマンに叩きのめされる。日本に勝ってインドネシアがグループ首位になる。さっきまで日本を怖がってたのに急にグループ首位？インドネシアサポーターの中でも意見が真二つなんだよ。強気な人たちはどこに勝つ可能性を感じているの？今のインドネシアにはヨーロッパでプレーする選手がいるし、ジェイーゼスやエルカン・バゴットみたいな守備の選手もいるから簡単には崩されない。日本の弱点も見えてきたしね。
日本の弱点。空中戦と直接ペナルティーエリアにボールを入れられた時だね。ゴール前で混戦になる形が日本の弱点だ。ブラジルが日本に勝った試合を見てその戦い方を参考にするべきだ。もうボールをつなぐサッカーはやめてロングボールを入れるのね。そうだね。日本の守備に対してボールを上から入れたり、一気にゴール前へ運んだりする形を使えるんじゃないか。前にも対戦してるからインドネシアは日本の戦術を理解している。オランダでも日本と引き分けたんだから、インドネシアにも可能性はある。インドネシアとオランダが同じレベルだと思ってるんだ。でもそういう強気な人たちに対してまず何か結果を残してから言えって言われてるよ。帰化選手が増えたことについては何て言われてるの？人数は増えたけど、プレーのスピードが速くなったわけじゃない。名前だけ見て日本より強くなったって決めるのは危険だよ。なんだか前もこんな感じあったような。インドネシアは以前より確実に期待されてる。でも日本はワールドカップで戦ってきたアジアの強豪だから、簡単に超えられる相手じゃない。日本は手強い相手と戦うことになる。インドネシアには帰化選手が多いからだ。インドネシアはアジアカップで優勝できるかもしれないけど、選手は外国人ばかりだ。帰化選手がいると強気になる人が出てくるね。ワールドカップ予選の時と変わってないんだね。でも現実的な意見としては守って耐えて少ないチャンスを生かす形になりそうだね。日本を止められたら、インドネシアもアジアで戦えるって証明になる。日本の八つ当たりを受ける側じゃなくてその勢いを止める側になってほしいよ。 8.1 取れたら大きいよ。アジアカップのグループって日本とインドネシア以外にはカタールとタイもいるけど、そこはどう見られてるの？かなり厳しいグループだって言われてるよ。3カ国とも簡単に勝てる相手じゃないからね。日本だけが明確に抜けていて、残りの3カ国で2位を争う形だ。インドネシアが一番強いって言ってる人以外は日本が一番強いという評価で共通してるね。日本はアジアの強豪だから、グループの中心になるのは間違いない。日本の除いた3カ国の直接対決がグループ突破を大きく左右するだろうね。カタールはどう？強い相手ではあるけど、守備はそこまで良くない。カタールにはアルモエズアリもいるし、簡単な相手ではない。日本よりは勝ち点を取れる可能性がある。タイはどうなの？絶対に軽く見ちゃダメ。タイは油断すると危険なチームだからね。監督がタイを見下したら逆にやられる可能性がある。どの試合も気を抜けないね。そ日本だけを意識しすぎてカタールやタイとの試合を落としたら意味がない。う。インドネシアでは日本の実力とは別のところを心配してる人がかなり多いよ。別のところって？中東で開催されることだね。アジアカップが中東で行われるなら、優勝するのはカタールかサウジアラビアだろう。って見てる人が多いんだ。日本に優勝できる力があることは認めてる。でも大会が中東で行われる以上実力だけでは決まらないんじゃないかって疑ってる。優勝カップはもうカタールかサウジアラビアに予約されてる。カタールがまた優勝して最優秀選手もカタールの選手になるんじゃないか。審判や VAR が中東勢に有利になるんじゃないか。不可解なペナルティが与えられたり判定で助けられたりするんじゃないか。日本が普通にサッカーだけで勝負できるなら優勝候補だけど、中東勢と判定の両方を相手にしないといけない。特に開催国のサウジアラビアはホームの環境もあるから簡単じゃない。日本よりカタールやサウジアラビアの方が勝つと思われてるの？純粋なチーム力なら日本の方を評価してる人が多いよ。ワールドカップでは強いのに、アジアカップでは苦戦するのが不思議だね。アジアカップでは強いのにワールドカップでは苦戦するのも不思議だね。日本が本当にアジア王者になりたいなら中東勢を圧倒して判定がどうとか言わせない試合をするしかない。日本の実力は認める。でも中東開催のアジアカップで優勝できたら、その時こそ本当にアジア最強だって認められると思うよ。森保監督がアジアカップまで監督を続けることに同意したってことに対してもうちょっと聞きたいんだけどな。インドネシアが日本と引き分けて森保監督が退任することを願っている。日本のネット民は、なぜ森保は8年間でトロフィーゼロと叫ばないんだ？ JFA が与えた最後のチャンスみたいだ。優勝できなければ自動的に辞任か解任だろう。日本は監督を解任するという言葉の意味を知らないんじゃないか。契約延長はたった6ヶ月だ。 JFA もこの監督を信じきれていないんだろう。エリクト・ヒルが会長だったらとっくに解任されている。途中で解任するべきだった。シンテヨンのようにね。日本にはエリクト・ヒルがいないだけだ。森保監督がインドネシアを率いていたら、タイトルなしで2年もすればエリックとヒルに解任される。ワールドカップであの程度の実績なのにまだ起用するのか。あれだけの結果なら監督を変えるべきだ。
日本でよかったね。日本では人々がプロセスを尊重する。別の国ならもう解任されている。インドネシアと違って一度失敗しただけで監督を変えない。日本はアジア最高だ。解任するな。新しい監督がワールドカップ予選を突破できるとは限らない。契約を延長しないでくれ。そうしないとキングインドが優勝できない。実績のある監督を簡単に変えない。こういうのが本当の協会だ。 PSSI も見習って監督を変えずに続けてほしい。日本よ、そのまま進め。日本ほどの国でもワールドカップ優勝を逃しただけで監督を解任しない。それなのに弱小国は目標を達成しても監督を次々に変える。森保にはまだ続投させる価値がある。森保が日本を離れるならジョン・ハードマンの補佐としてインドネシアが迎えるべきだ。インドネシアはもっと強くなる。森保監督にインドネシアを率いてほしい。森保監督がインドネシアの監督になることに賛成だ。日本が森保監督を信じて続投を選んだのはすごいと思う。でもその判断が正しかったかどうかはアジアカップで優勝できるかにかかってるよね。もちろんインドネシアは初戦で日本を止めてその計画を少しでも狂わせたいけどね。インドネシアからはこんな感じだね。アジアカップ楽しみだね。アリくん、話聞かせてくれてありがとう。こちらこそ。葵さん、ひなちゃん、ミンピインだ。ミンピーンだ。帰化選手が増えると強くなるって思ってるインドネシアサポーターがまたいたね。そうだね。アジアカップ優勝しないと森保監督は辞めさせられちゃうの？噂ではそういうことではなくて、オリンピック代表監督の大岩剛監督が決まってるみたいなんだけど、9月10月に A 代表は親善試合が決まっていて、その時ちょうどアジア競技大会があってどっちか見られなくなっちゃうし、そこで見られないとその後いきなりアジアカップになっちゃうから、アジアカップまでは森保監督がやるみたい。オリンピック世代ということはリオンくん。そうだね。公式発表されたわけではなくて、あくまで噂なんだけどね。そっか。オリンピック世代と A 代表を一緒に見る感じになるんだね。噂だけどね。半年以上先だけど、一応これが日程だよ。次の A 代表の大会はアジアカップだね。そうだね。他には、アジア競技大会が9月10月にあって、U17 ワールドカップが11月にあるよ。それも楽しみ。ということで今日は終わりだよ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。燃やせ、勝利の道を行け。